本の食卓に欠かせないご飯。今炊飯器市場で絶大な人気を得ているのが象印の塩分炊きだ。塩分炊きご飯がおかわりし放題の試食作戦とは。2018年の発売以来60万台を出荷。美味しさの秘密をカメラが撮った。象印は家電メーカーじゃなくって暮らしを作る家庭用品メーカーなんだよ。そう、今回のリーダーは象印魔法瓶4代目社長市川則夫。売れているのは炊飯器だけではない。象印秘伝の技術が詰まったオーブンレンジを発売。最高じゃないですかこれ。ふわふわ。限界のその先へ象印魔法瓶を徹底解剖。関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。さあ始まりました関西リーダー列伝です。では早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。象印魔法瓶の市川則夫社長です。どうぞお入りください。よろしくどうぞ。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。もう象印魔法瓶の本社とテレビ大阪もう目と鼻の先で。そうなんですね。なんか今日歩いてお越しになったって聞いた。この辺ぐらいまでは十分歩けますし。で先ほどから我々のテーブルの前にこのいわゆるボトルが置かれてるんですけど、これどういった意味合いで僕らいじればいいんでしょうかこれ。そうです。売り込みで。あ、売り込み。あ、そういうことですか。これすごくヒットしてる商品でして、でちょっとした工夫なんですけど、はい、中線が今までと違って、パッキンがついてるんですけど、はい、取れないんですね。一体化してるし。昔のは取れましたよね。取れましたね。従来品と比べると部品の少なさは一目瞭然。洗う手間が省け、発売以来480万本販売の大ヒット。消費者からすると楽に手入れできたりとか、付け忘れを防ぐ方がいいんですけども、技術的にはすごく難しいので開発結構大変だったらしいんですよね。でそういう声を聞いて開発するっていうのが象印さんとすごい強みというかお得意なところなので。これなんか社長の全部使い込んだ感があるんですか。会社で作ってます。あ、これはマイボトル。マイボトル。あ、そうなんですか。社内ペットボトル持ち込み禁止にしてるんで。ペットボトル持ち込み禁止。近所のコンビニでお昼用にお茶買ってきてってもういけないんですかそれ。ダメ。本当に愚問かもしれませんけども、市川社長のお宅は全部象印商品ですか。うちにあるアイテムは全部象印ですね。他社製品を使わないと見えてこないものもあるんじゃないですか。それは社員がやってると思う。あ、そうなんですか。でも自社製品ばかりをずっと使うことによって改善点は見つかる可能性もありますもんね。そうですね。他社よりよくっていうよりは自社のやつをもっとよく。さらによくってことですか。さあじゃあ早速参りましょう。この象印魔法瓶といえば何といっても塩分炊きでありますよね。さあまずはその塩分炊きの裏側にジャストミートや。家電量販店の炊飯器売り場を訪ねてみると、たくさんの商品が並ぶ中、一番目立つ通路側で塩分炊きを発見。お値段は 5.5 合炊きで14万3000円。果たして売れているのか。うちで一番人気な炊飯器は象印の塩分炊きですね。もう目当てに来られる方が多いです。なんと一番人気らしい。塩分炊きは2018年の発売以来累計60万台を出荷している大ヒットシリーズなのだ。売れている理由を探ってみた。平日の難波、とある飲食店を訪ねると、家のご飯とどう違うのかっていうのを確かめたくてきました。ご飯を目当てに来た客で繁盛している。実はここ象印魔法瓶が手掛けるその名も象印食堂。ご飯を炊いているのはもちろん塩分炊きだ。人気のメニューは象印御膳1980円。美味しそうなおかずはあくまで脇役。主役は塩分炊きで炊いた白いご飯だ。もちもちやシャッキリなど違う食感のご飯が用意されていて、
おかわりし放題。何杯食べはりました？6です。なんか3種類あるんでそれぞれ違う味わいなんでちょっと堪能しながら順番に食べたら 6杯。白いご飯欲しいわ。おかわりしましょうか。行こうか。白いご飯。皆さんお分かりだと思いますが、これこそが象印の PR 作戦。実際に食べていただいて、納得していただいて、もしよろしかったらぜひともお買い上げいただきたいと。先ほどの6杯食べたという男性は、炊飯器ね欲しいです。もうなんかもう今使ってるのちょっと食べられへんぐらいにお米のね味とね甘みが全部出てたんで買おうかなと思います。まんまと胃袋をつかまれていた。次に向かったのは大阪大東市。象の看板を発見。演舞炊きの組み立て工場だ。ここでは数百種類の部品からなるという演舞炊きをほとんど手作業で組み立てている。美味しさの秘密を聞いてみると、こちらが、IH コイルの組み立て工程ですね。よくある商品としまして IH コイルが1つの商品なんですけども、こちらについてはコイルが6つ、装着されている対角の IH コイルがそれぞれ、時間をタイミングをずらして発熱するという、ところが特徴となっています。演舞炊きが目指しているのはかまど炊きのご飯。6つのコイルを2つずつ加熱することでかまどの炎を再現しているのだ。まさに匠の炊飯器。この工場では炊飯器を年間およそ150万台生産している。5月23日、この日開かれる商談会で演舞炊きの最新モデルが小売店のバイヤーらに初披露されると聞き会場へ。商談会直前のミーティング、市川社長が口火を切った。来客数もですね、昨年の5割増しを予定しているというふうに聞いてますので、しっかりと接客をしていただくようにお願いしたいと思います。気合いの入った商談会。放送では映せないが、これから発売予定の新製品が数多く並んでいる。象印渾身の新製品にバイヤーたちの食いつきも好調のようだ。演舞炊き最新モデルのブースに市川社長の姿が。発売まであと1ヶ月、最新機種の味はどうですか？甘い甘い。軽く揚げました。いや、かなり甘いなこれ。他社さんなんかと比べてやっぱり一番レベルが高いっていうのは、それはもともと自信があるんで、開発の連中はまだまだなんかやることたくさんあるみたいなことを言ってますんで、まだまだやることがある？聞き捨てならない言葉を聞いて開発チームを訪ねると、机の上には3台の演舞炊きが。よく見るとそれぞれに青、赤、黄と書かれている。色ごとにご飯をよそうと、一斉に米を食べ始めた。食べずにじっくり米を見る人や匂いをチェックする人も。すると箸をペンに持ち替えて何か書き始めた。中身を覗かせてもらうと、硬さや粘りなどの項目が。一体何をしているんですか？食味試験を行っています。次の新製品開発するにあたりまして、炊飯フローを変えているんですけれども、そのモデルっていうのが現行品と比較して味がどのように変化しているかっていうのを、みんなに実際食べてもらって確認しております。最新モデルと次の新製品の試作品を食べ比べしているのだ。最新モデルは今月21日に発売したばかりだというのに、なんともペースが速い。これが一番火力強いですね。はい。なんか300
がある気がする。黄色よりも粒感あるような気も。それぞれ順位をつけると試作品の赤が甘み弾力ともに1位、一番美味しいという結果に。なんと現行品は3位。今回の結果見た時に赤と青っていうのが基準を上回ってるんで、ここの変更っていうのは次の新製品に活かせるのかなというふうには考えてます。日夜このような実験を繰り返し炊飯器の開発に取り組んでいるのだ。買ってもらったお客さんによりいいものを届けたいと思ってるんで、他社さん含めても全炊飯器で一番の炊飯器を開発するっていうのが目標です。かくして今月21日に発売されたばかりの演舞炊き最新機種をこのスタジオにご用意いただきました。社長恐縮でございます。ご飯をよそうにあたって美味しい取り出した方があるという聞いたんですが、社長自らちょっと実践していただけますでしょうか。じゃあご飯をよそいますね。はい、恐縮です。もう炊き上がったらすぐにまずほぐしてください。こうやってだいたい4分の1ぐらいにしてですね、でこう順番にこうほぐしていくと。4分の1ずつほぐしていく。そうするときれいにほぐれますんで、何回かに分けてこうやってそっとふんわりとよそってあげる。ありがとうございます。検証します。高級炊飯器の最高峰演舞炊きのご飯は本当に美味しいのか。社長自らに装っていただきました。この白とこのえんじってですか、どう違うんでしょうか。これは食感が違います。白い方が当社の標準炊きの普通ですね。黒い方がシャッキリっていう炊き方ですね。シャッキリっていうのはどういう意味なんですか。シャッキリ。いや、それ食べてみたらまずぜひ食べてみて。わかる。なるほどね。おいしい。口に入れる前にまず香りがもうふわーっとね広がる感じですよね。で粒がやっぱりこう立ってるっていう。好みによりますけど、こっちシャッキリもものすごく美味しいですよ。最近の若い人はどっちかというとシャッキリの固めの方を好まれる方が多いんで。シャッキリってのはやや固めって意味なんですか。いや、寿司飯に近づく方がシャッキリですね。それとは別に固めと柔らかめの炊き方があるんで、この機種だとだいたいシャッキリからもっちりの間が11段階あって、固めから柔らかめの間が11段階あるんで、121通りの食感に。すごい数になる。これは楽しいわ。いやうちのね、実家実はお米屋さんなんですよ。そうなんですか。そうなんですか。でうちの父親は本当にお米にこだわってて、ある時からお米は炊飯器でどうにでもなるって。昔はそんだけお米にこだわってた父親が、炊飯器次第でお米は本当に美味しく炊けるって急に意見変え出したんですよ。これなんか若干自らの仕事放棄してませんか。いや本当そうなんですよ。時代は炊飯器だっていう米屋やってる父親が言い出したそれ多分タイミング的にね演舞炊き出た時期のような気がしますよ。ああそうですか。象印食堂ですか。あれマーケティング的な理論でいうと相当画期的なことなんじゃないですか。やっぱり現場で食べていただいて声を聞くっていうことも大事なんですけれども、もう一つやっぱり消費者は今物を買うんではなくてことを買うって言われていて、やっぱりその体験していただいて、こういうものが味わえる幸せな生活が待ってるんだったらばこれを買う価値があるなっていう、やっぱりそれをこう感じさせる絶妙の戦略だなっていうふうに。演舞炊きを世に出そうって時にこれまで作っていたきっと炊飯器もあるわけですよね。そちらサイドからクレームとはつきませんでした？クレームはつかないですけれども、営業とかやっぱ販売店の方から、特にこの前の機種が南部鉄器極め羽釜って言って、これもすごくヒットしたんですよ。ですごく売れてましたんで、演舞炊き出す時にそれはもう廃盤にするっていう、全面的こっちに変えるっていうことにしましたんで、それについては最初やっぱり営業がちょっと不安があったっていうのと、これまで十分売れてるものがあるのに、それをやめて演舞炊きにするっていう、よりいいものを出したのに前のものを残しとく必要はないよっていう。ってことはですよ、象印さんの
この炊飯器はもう日々進化してる、ってことは今買おうかなと思ってて迷ってても、いや来年買った方がいや再来年の方がもっといいかもしれないって。わかりますわかります。わかりますでしょ、わかります。もう少し粘った方がいいんじゃないかなっていう発想になっちゃいますよこっち。下取りしてください。そうか。違う番組みたいになってきそれナイスアイデアかもしれない。下取りいいっすね。ちょっと下取りをなんかしていただきて、そしたら5年ごとに買い替えようかなって思えるんですよ。象印魔法瓶はいかにして今の成功を収めるに至ったのでしょうか。その歴史と市川則夫社長の成功秘話にジャストミートや。象印魔法瓶の創業はおよそ100年前、愛知県出身の市川銀三郎と金三郎の兄弟が立ち上げた市川慶帝商会。電球加工の職人だった弟の金三郎はドイツから輸入された魔法瓶に興味を持った。魔法瓶は外側の瓶の中にもう一つ中瓶が入ってるんか。なるほどな。空気通して熱を逃がさんように外瓶と中瓶の間が真空になって保温できるんか。よし、俺も作ってみよう。弟から魔法瓶のことを聞いた大阪ででっち奉公をしていた兄銀三郎は、なるほど、魔法瓶か。今はまだ高価で一般には普及していないし、国産の魔法瓶は中国への輸出がほとんどだしな。これは商売の目があるぞ。1918年、銀三郎金三郎兄弟は西区九条に市川慶帝商会を立ち上げた。市川慶帝商会は魔法瓶の中瓶を製造する中瓶メーカーとしてスタートした。当時の魔法瓶は問屋が中瓶と外装を組み合わせ独自のブランドとして卸していた。この体制に市川兄弟には焦りが生まれていた。中瓶作りは全部手浮きやろ。熟練の職人が9人1組で1日中作っても 1.8 リットルの中瓶を500本しか作られへん。当時の中瓶は溶けたガラスを竿の先につけ息を吹いて形作っていた。売れる冬場は間に合えへんくらいてんてこまいやのに、夏場になったらさっぱりやん。冬は熱い湯がすぐ使えると買うてくれるけど、今のままでは発展はない。俺らもいずれは問屋をやりたいな。そうやな。銀三郎は魔法瓶問屋の門を叩き販路の拡大に努めた。さらにシーズンオフになっても手を休めることなく中瓶を作って在庫を取っておくようになった。そうすることで販売量は増え商売は軌道に乗った。1923年組み立て工場を建設。魔法瓶メーカーとして一歩を踏み出した。魔法瓶を作るにあたって商標をつけることに。何かいいのあるか？象とかどうやろ？象？頭いいし家族愛も強い、人気もあるし寿命も長い。魔法瓶、いや俺たちの会社のイメージにぴったりやないか。確かに。当時の魔法瓶の主力市場は中国や東南アジア。輸出用には象に王冠を乗せエレファント&クラウンとして商標登録。象のマークは続々と海を渡っていった。1961年象印魔法瓶株式会社に社名を変更。この時社標である象のマークも新しいデザインに変更した。さてここでクイズ。象の鼻を短くした理由とは何でしょう。ナジャさん10秒でお答えください。短くした理由？皆さんもお考えください。象の鼻はなぜ短くなった？
突然ですが問題です。象の鼻を短くした理由とは何でしょう。ナージャーさん10秒でお答えください。短くした理由短くした理由でしょ。いやちょっとやっぱり長い方を見るとちょっと長すぎて気持ちが悪いから短く可愛くした。なるほど。正解は可愛い象のマークをさらに可愛くしたかったから。当時の CM もこんなに可愛らしい感じに。ハイポッドグッとスマートハイポッドハイポッドさっと手軽にハイポッドハイポッドポッドはポッド象印。1967年には花柄模様が一大ブームを巻き起こした U ポッドシリーズを発売。実はこの花柄は京友禅の絵師の手によるものだった。今回のリーダー市川則夫が生まれたのは象印魔法瓶に社名が変わる3年前1958年のことだ。工場の中に、寮があってその一部に住まいがあるっていうような状況で、父親が働いてる姿も見ながら仕事場の中でこう生活してたっていうのはなんか記憶に深いですね。則夫が10歳になり会社が創業50周年を迎えた頃、父重幸はアイデア商品の開発を経営目標に掲げる。その時父が持って帰ってきたものが。お父さんこれ何？これは電子ジャーや。新製品やから誰にも秘密にしとくんやで。わかった。いただきます。いただきます。なんでこんなもん持って帰ってきたん？ほんまはな、これ運の嫌なんや。うちは魔法瓶メーカーやろ。でも電子ジャーは電気メーカー作るもんや。電気メーカーの競争は激しい。わざわざそんなとこに首突っ込まんでもと思うんやけどな。そんなお父さんに開発担当者の方が一回使ってみてくれって渡さはってんて。でもこれ使ってから前よりご飯美味しなったで。確かにな。発売を始めた1970年度はおよそ143億円の売り上げ、そして3年目にはおよそ310億円と爆発的な伸びを見せた。だが同時に重幸は病気がちになっていく。そんな中則夫は大学卒業後象印に入社。将来経営に関わるであろう場合経理部に配属されるのが王道であったが、父重幸はシステム開発部門への配属を命じた。なんでなんですか？これからコンピューターの時代や。システムを組めるようになれば経理以上に会社の仕組みを把握できる。父がこれからの時代やっぱり自社でちゃんとシステムを持たないと遅れるっていうことで、ちょうどその私が入社した時期にそのプロジェクトがスタートするということで、最初から関われということでそちらに配属されました。その時に学んだのが、バグは表面的に潰すだけでは意味がない。深いところまで遡って本当の原因を突き止めないと問題解決にはならない。なるほど。これを会社経営に置き換えると、人とも表面的に接するだけじゃなくてその人の心を深いところまで汲み取るようにした方がいい。経理以上に大切なことを学べた気がする。真意と真因、
表面的な問題点ではなく真の原因を突き止めて解決しなければならないということに気がついた。この時の経験があって後に改革したのが商品開発をする実験室とそれと事務作業をする事務室っていうのは完全に別に分かれてたんですね。それはコミュニケーションが悪くなるのはここだなと思いまして、もう物理的に解決しようっていうことで全面改装して事務室の前、上司の見てる真前で実験ができる。病気がちだった父重幸は最後の力を振り絞り、会社は大商第2部に上場。重幸は社長の座を弟の博国に譲り、上場の翌年に他界した。一方則夫は名古屋支店長や新商品開発室長などを任されていった。2000年の秋、70歳を機に自分は退く。次は君に頼む。わかりました。何も心の準備はしてなかったですけど、いずれはっていうのもありましたんで、それはもうぜひやらせていただきたいということでOK したんですけれども。翌年4代目社長に就任した。当時ペットボトル飲料の増加やライフスタイルの変化などから魔法瓶の販売数は低迷していた。その頃母校である江南学園同窓会が主催した会で心に響いた講演が、変化に対応することは大事だが、自社の強みまでは変えてはならない。まさにうちのことや。創業の魔法瓶から続く保温、温めるという本来の強みを生かした商品作りをしないと。よし、俺もやってやる。これから象印はステンレス魔法瓶の収益力回復に着手する。大胆なリストラと生産部門の分社化。日本でのステンレス魔法瓶の生産を全てタイへ移し、本社は開発や販売に集中させた。結果的におよそ300人のグループ従業員が転籍か退職に。お疲れ。社長、なんで赤字でもないのにリストラなんですか？近い将来会社全体が傾いてしまう。それを防ぐためには今から手を打っとかないといけないんや。分かってくれ。国内外で環境に対する意識が高まり、繰り返し使えるステンレス魔法瓶に注目が集まる中、持ち運びしやすい小さなボトルを開発し販売が回復。本業に立ち返った選択と集中は見事成功を収めたのだった。いやでも成田さん、花柄の魔法瓶めちゃめちゃ懐かしくなかったですか？いや懐かしかったですね。必ずあったよね。いや絶対ありました。あれは本当に実家、私が子供の時は、もうどの電化製品、家庭電化製品にも花柄がついてて、で最近なんかああいうレトロブームっていうか、若い子たちが逆にああいうのを求めてるっていう、なんか時代も回ってるんだなっていうのも感じますね。徐々にこう会社が社業が発展していくのを間近で見ていたって感じですか？そうですね。もう徐々っていうよりもちょうど高度成長の時ですから、一気に会社が大きくなるのをなる前を見てたっていうのはある意味英才教育にも通じるような、何かね、子供の頃からね。やっぱりでもお父さんの例えば今社会科見学的にお父さんの職場に行ってみようとかありますよね。そうやっぱりその背中を見せて育った子供っていうのは仕事に対するモチベーションが非常に高いっていうのはいろいろ言われていて、それをご覧になってたのと、あと会社が上がっていく時もご覧になってますよね。それっていうのはやっぱりその後自分がそこで働く時のやっぱり意欲とかそういうものにも結びつくって言われてますので。
すごくいい環境でねそうでしたね育たれたんだろうなと思います。真意と真因、これがまたなかなか深いお話ですよね。ゼロからその社内のコンピューターシステムを40何年前ですから、まだパソコンもまともになくってオンラインシステムも持ってる会社が大手しかなかったところに一緒に開発してくれるシステム会社の研修をこう受ける中で、要するにシステムってこういくつものこうプログラムがわーっと階層になって組まれてるんで、大きいシステム組めば組むほどこう何かがあった時に根元のところをこうまで遡って解決しないと、結局いつまでたっても問題解決ならないんだよっていうことを一番最初に教えられましたんで、それがまあ仕事も一緒だし、牛窪さん、今どの企業も組織を運営するにおいてこの選択と集中ってキーワードになってるじゃないですか。そうですね、90年代の初頭ぐらいまでは皆さん多角化みたいなことをね、おっしゃってたんですけど、やっぱりそこがブレてしまうと、結局働いてる人たちも何のためにこの会社にいるんだっけっていう、今パーパス経営だとかミッションとか、ゾーレースさんも多分理念って終わりだと思うんです。そこがやっぱりブレちゃうと、働いてる人たちがやっぱりその自分たちがこの会社のためにっていう思いを抱けなくなっちゃうんですよね。炊飯ジャーの元はガラスの魔法瓶のジャーから来てるし、電気ポットは魔法瓶のエアポットから来てるし、ホットプレートはフライパンからが電化していく。そう考えたら家庭用品メーカーという枠をきちっとこう設けて、そこに集中しようっていう、そういう考え方ですね。暮らしを作るっていうね、いう言葉社長おっしゃってましたけども、まさにそこなんですね。日本で唯一のガラス魔法瓶工場が熱い。象印が創業から作り続けてきたガラス魔法瓶、中に入っているのが保温の肝となるガラス製の中瓶だ。一体どのように作られているのか。製造工程を巻き戻し、大阪西淀川区。ガラス魔法瓶の中瓶を作っているのは日本でこの工場だけだ。外瓶内瓶の2つの瓶を重ねて二重構造にし、その間を真空にすることで保温する魔法瓶。真空状態は二重構造にした後に中の空気を抜いて作っているという。工場を案内してもらった。こちらの工程はですね、外側の瓶に空気を抜くためのパイプをつけている工程になります。ガラス瓶の下に添えられているのはガラスの管。瓶と管をくっつけるためにバーナーで上から熱すると、炎が管に貫通した。この管が空気を抜くためのストローのような役割になるという。管がついた外瓶は次の工程。上下に分かれるように外瓶を半分にカット。半分になった外瓶の中にもう一つの瓶、内瓶を入れて1000度を超える炎で熱する。すると2つの瓶の上部がくっついた。内瓶の上部が外側にめくれ、外瓶の上部とつながっている。続いて先ほどカットした外瓶の切れ目をバーナーで熱して元通りにくっつける。二重構造が完成した瓶は次の工程。先ほどのストロー部分から液体を入れると、外瓶と内瓶の間が銀色に。これは銀メッキ。突然ですがここでクイズ。透明のガラス魔法瓶に銀メッキをするのは一体なぜでしょうか。牛窪さん、10秒でお答えください。またこういうなんだろう、なんか反射、熱を逃がさないからこっち側に反射させる。内側に違う。高橋さん、正解をお願いします。真空の二重構造に加えてさらに断熱構造を高めるためです。実は真空では防ぎきれない熱っていうものがあります。
それが光線なんですけども、その熱の光線を鏡のような構造で反射してやることで、その熱が伝わらないようにそうした構造になります。最後に空気を抜くと見事ガラス魔法瓶の完成。この工場では40年以上前からほぼ同じ設備で製造を続けているという。食卓に欠かせないお茶とご飯を美味しくいただく製品っていうのが魔法瓶の原点なんですね。ここは象印本社の中にある資料館。大正時代の魔法瓶や世界初の電子ジャーなど歴代の象印商品が並んでいる。魔法瓶って温かいものをそのまま温度を変えないようにそのままキープするっていう温度コントロールの技術ですよね。温度コントロールをして美味しくものを作るとか、それが私どもの持つ技術だと思います。去年9月、その温度コントロールを生かした商品が発売された。それがオーブンレンジエブリノ。オーブンレンジ市場に参入するのは17年ぶりだという。象印の新たな一手に日経新聞の泉記者は、大手の4社が高いシェアを握っていたんですけども、新規参入にあたるこれまでその電子レンジを作ってないところから電子レンジを作ることになるので、高いシェアを持っている4社と多分違う発想ができると思うんですよね。調理家電っていう軸でずっと重きを置いて商品を開発してきたところなので、その調理っていうところに絞って市場調査をしてきて、料理をするこの消費者に対して多分すごい強いリサーチ力みたいなのをお持ちだと思うので、私個人的にはその出だしとしてはかなり順調なんじゃないかなっていうふうに思ってます。レンジはどのように生まれたのか、当時の開発メンバーに集まってもらった。自称神セブン。リーダーの山根さんがオーブンレンジ開発のために集めたメンバーだ。商品企画を担当した日枝さんはもともと演武炊きのチーム出身。石井さんはトースターなど温め調理のスペシャリスト。ライバル企業でレンジを開発していた金井さんは象印でレンジを作るために転職してきた。残りの神セブンはこの日集まれず、もともとの所属はバラバラだが、一つ言えるのは皆温度コントロールのプロだということ。電子レンジを作るノウハウがない中、さまざまな部署の精鋭が集まりエブリノを開発した。神セブンって僕ら勝手に呼んでたんですけど当時の発足メンバー7人っていうのがあって、結構大変な状況で誰がかけてもあかんかったな、無理やったなっていうふうには感じてます。彼らが生み出した代表的な機能が浮きレジ。電子レンジはレンジの中に直接置いて温めるのが普通だが、そうするとどうしても底の部分に伝わる熱が強くなってしまう。そこで思いついたのが食材を浮かせること。こうすることで均一に熱が伝わり、温度ムラを抑えられるようになった。アイデアは僕ですけども、実際やったのは石井やった。釜と一緒に差し込んでたんですけど、まずはどんだけ浮かしたらいいのとか、さっきの話じゃないですけど、どこにとかいうところでもう何パターンもボールを上げたりで、ボールの形状によってもね、頭の方が違うかったんで、そこら辺を一から組み合わせて、一番いいところを探していく。今だから聞けるこんな質問も。レンジこれいい出来になりました。当初のほんまにできるかなと思ってたでしょ、うちが。いや、私はもう入社以来レンジずっと開発してきましたけど、一番いいレンジですよ。ライバルだ。ありがとうございます。象印の温度コントロール技術が詰まったレンジ。スタジオでその実力をお試しあれ。いいですね。また何か作っていただけるということなんでしょうか。はい、うちのものが
ハンバーグを持ってきましたんで。ハンバーグ、こちら。これはもちろん生の状態ですよね、これ。普通のオーブンレンジだとオーブンに使うかレンジかどっちかなんですけど、これ途中で切り替えるんで、適度にレンジで熱を通しといてヒーターでじっくりと焼くと。でも中までなかなかね熱通らないんですよね、フライパンでやってもね。そうだよね。渡辺さん、大丈夫なんですか？大丈夫です。はい。で蓋を閉めて、あとはスタートをしてあげたら13分で焼き上がる。13分でも出来上がっちゃうんですね。これほったらかしでいいんですか？ほったらかし。まあとはいえこの番組収録とはいえ13分を待ち続けることはもったいないんでこの間を利用して社長なんかあるんですって？はい、これうちが作った今度発売するビールなんですけれども。象印ってビールも作るんですか？あれさっき洗濯と集中って言ってこれ全くの異業種じゃないですか。そうですよ。まあ象印が作る意味のある意味が。一緒にお考えください。象印の新発売ビール、原料は何でしょう？象印がビールを販売。まず何で作られたビールかちょっと飲んで。その原材料。材料が違うんだ。色合いはまさにビールですよね。嬉しいな、収録中にビール飲めるなんて。すごいフルーティーこれ。美味しい。僕の好きなパターンだ。ひょっとしてこのラベルにもほぼ答え出てませんか？この形。これお米の粒ですか？これ。福沢さん大正解。このビールは麦芽にご飯を混ぜ合わせてエキスを抽出したもの。なぜご飯が原料なのか。なぜかと言いますと、何十種類もの炊飯器作るのに大体年間30トン炊いてるんです。なるほど。もちろんそれ食べきれないし、でそのお米をなんとかアップサイクルしたいっていうことで、それでビールの原材料としてブルワーに提供して。ご飯が原材料だとそりゃご飯には合いますよね。元が一緒なんだから。バッチリじゃないですか。来ましたね。美味しく炊くってこと。さあ渡辺さんお願いします。湯気が出る。ちょっとじゃあくれ。あらまあ。焼けてる。美味しく焼けてますよ。美味しい。すみません。さっきのご飯を持ってっていただいていいですかこれ。本当ですね。なんでご飯ないのかなと思って。うわ、さっきの塩分炊きと一緒にいただきたいなこれ。最高じゃないですかこれ。ふわっとしてるんですけど、ちゃんとお肉の歯ごたえも残ってて。でしかも玉ねぎもちゃんと食感があります。これハンバーグ好きにはたまらんですよ。では最後の質問です。市川社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか？象印魔法瓶大躍進の秘密がここに。では最後の質問です。市川社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか？はい、それはブレないっていうことですね。長いビジョンであるとか理念のところでやっぱりブレないっていうことが一番大事だと思ってます。先ほどの変えてはいけないことっていうお話にもつながるんですけれども、私知ってるリーダーの方って結構創業者の言葉とか創業時のことってよくお話しされるんですけど、それはやっぱ創業者が生きてる間は理念もビジョンもいらないんですよね。もうそういう人が言ったことが全てだから。ところが創業者がいなくなって亡くなって年月が経つとだんだんそのいろんな考え方が出てきたりいろんな方向性が出てきてブレが生じる。やっぱそういう時に原点に戻って皆さんそのブレないようにされてるんじゃないかなというふうに思うんで、ビジョンとか理念とかっていうものをしっかり持ってそこにブレないようにしていくっていうことが大事だと思います。いや牛久さんこれね
言葉で言うのは簡単ですけど難しいことでしょ。そうなんですよね。でもなんか今日私ここに来させていただいて、やっぱり福澤さんがジャストミートって言っていただいてて、すごく安心感があるんですよ。やっぱこれって結構大事なことで。ブレてないってことです。ブレてないってことです。まさかそこを指摘されるとは。でも本当に真面目な話、やっぱりそういう働いてる人たちとか消費者っていうのはその期待感、ブランドへの期待感でやっぱりそこに勤めたりその商品買ったりするんですよ。それブレてるとやっぱりあれなんでそんなつもりじゃなかったのにっていうことになってしまうので、やっぱり継承がされない長く続いていく企業になかなかならないんですよね。はい。ある種ナジャさんは本当ブレない生き方。いやいや、まあブレないというか、私も好きなことだけをやらせてもらってるっていうとこなんですけど、ただ私なんかもやっぱり他にもいっぱいお姉タレントがいて、やっぱりそこを意識する、その人よりもなんかもうちょっと売れようとか、この人こうだからこうしようってなんかちょっとしてしまう、他を意識するとこがあるんですけど、やっぱり社長は他社よりいいものを作るんではなく、自社の製品の中でよりいいものを結局自分の中でより高めていくっていうところを、私もなんかそこは見習わないとなっていう、他のお姉タレントをライバル視してても結局はブレていくような気がしてて、今日はすごく学びになりましたね。確かによくスポーツ選手がねおっしゃってますよね。他の人はどうあれ自分がベストを尽くすんだっていうね。次回のリーダーはロート製薬創業家4代目山田邦夫会長。社長室撤廃、副業推進、常識にとらわれない経営改革とは。